はい、ということで今回は久々にアメリカンな RC カーを触っていこう。トラクサス、ミニマックス、あのでっかい X マックス、暴れん坊なマックス、そして今回登場したのが、やんちゃな走りを手軽なサイズにギュッと凝縮したこのミニマックスですね。組み立て済みの RTR モデルで、プロポはもちろんメカ類も搭載済み、バッテリー&充電器も付属してるので、プロポ用の単三乾電池だけ用意すれば走らせられるっていうのも魅力ですね。とりあえず上げていこう。かわいい。ちょっと10分の1と並べてみましょう。こんな感じ。ボディはちっちゃいけど、全体で言ったら案外でかい。ちょうどいいサイズ感ですね。機能的には、まずボディが、クリップレス。そして、なんかめっちゃぎっしりしてる。この車格だと380サイズのモーターがスタンダードだと思うんですけど、540サイズのデカめなモーターと、さらにサーボも通常サイズ。構造もマックスをそのまま小さくした感じですね。付属のプロポは2チャンネルで技的も通ってるタイプのやつで、バッテリーと充電器はこんな感じ。バッテリーは2セルのリポ。充電器は USB のタイプで、アダプターとタイプ C のケーブルだけ必要ですね。なるほど。ちょっとウィンウィンしてみようか。めっちゃパワフルだね、これ。で、トラクサスってオプションパーツも豊富なので、結構カスタムもできるんですよね。ということで今回は、この RTR モデルの構造をさらに理解するべく分解していきます。ではいく！いざ参る。はい、とりあえず勢いでバラしてるんですけど、このメインシャーシからフロントとリアがごっそり取れるこの構造。まさに MAX とか XMAX とかと同じ構造ですね。で、やっぱり所々簡素化されてて、特にちょっと面白いのは、ここかな？ギアカバーとモータープレートが一体型。で、このブラシレスモーターの端子がひとまとめにしてあってカプラーになってるの。いいですね、これ。ただ、モーター変えるときは ESC ごと交換するか、もしくは配線加工が必要ですね。とはいえ結構パワフルなので、そうそう変える必要はないかと思います。で、メインシャーシの方をある程度バラしてみたんですけど、このカバーの中に受信機が防水状態で入ってて、サーボはシャーシに直付けですね。ESC は裏からネジで止まってる状態。バッテリーホルダーもワンタッチの便利なやつで、ベアリングは最初から入ってると。プロペラシャフトはね、これ樹脂なんですよ。でもなんか繊維配合っぽい、ちょっと硬めな樹脂。で、スパーギアもこれ用の樹脂製。なるほど。じゃあ足回りも行ってみようかな。
はい、ということでフロント周りもばらせました。まずフロントのダンパーからレインフォース。このレインフォース的な部分が他のモデルだと別体なんですけど、これはショックタワーと一体になってますね。すごく柔らかいのでダメージは拾ってくれそう。アーム類は結構硬いんですけど、柔軟性もありそうないい感じの樹脂。サスシャフトは国産のラジコンで見かけるのと同じ感じのタイプ。ドライブシャフトはトラクサスっぽいやつだね。インナーとアウターでこんな感じで分かれてて伸縮するタイプ。足回りは全部ベアリングがついてますね。で、これオイル封入式のギアデフで、中身がベベルじゃないタイプのギアデフ。もちろんここもベアリングついてますね。ただ、ステアリングポストの部分だけは実製のプラベアリングみたいなのになってました。でも、ここ以外はフルベアリングなのは嬉しいですね。てか、フルベアリングじゃないと耐えれんか。納得。で、ハブはプラスチックですね。そして、ダンパーはよく見かけるダイヤフラム式のオイルダンパー。で、リアはフロントとほとんど一緒だと思うのであれなんですけど、ちょっとね、変わった形してるので、ここだけ見ていこうかな。そういうことでパカッ。やっぱデフは同じだ。なんか、ここ、つなぎ目があるね。なんだこれ。鋳造のスプラインに削りのカラーみたいなのが圧入してあるんか？ここの形状ってちょっと負荷かかりそうだよね。このスプラインの生え際？表現の仕方がわからん。ここ結構負担ありそうな気がするね。なので、予備持ってた方が良さそうかも。あとは、ここのベアリングの具合の管理も結構重要かもしれないですね。メンテナンスで必ず見た方がいい気がする。よっしゃー、バラバラにしてやったぜよ。やっぱ RTR でも一回こうやってバラしておくとちょっと気持ちが楽になりますね。ちなみにこのミニマックス、箱出し状態ではフロントデフにはグリス、リアデフには3万 WT のシリコンオイルが封入されてるみたいですね。ダンパーオイルは前後とも 20WT、そんな感じで、あとはオプションパーツでスリッパーとセンターデフがあるみたいなんですよね。ノーマルだったらよっぽどいいと思うんですけど、ちょっと強めなパワーソースにも対応してるみたいなので、速いモーターを使う場合にはスリッパーもしくはセンターデフ、あとはアルミのプロペラシャフトは入れておきたいかなっていう感じですかね。結構オプションパーツが出てるので、ちょこちょこアルミに変えたいなっていうところでですね、オイル含め走らせる前に必要な部品は買っておこうと思います。でもね、最初はまあノーマルで走らせますけどね。さあ、全体的にチェックして組んでいこうかね。終わりー。